この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ゆきのさん13歳、女性からの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。悩んでいることがあるので今回質問を送らせていただきました。私はイラストを描くのが好きで、斉藤直樹先生の動画を見てからさらにイラストを描きたい、少しずつ上手くなりたいと思っているのですが、最近デジタルの練習もしたいなと思っています。スマホや iPad で指書きをしているのですが、どうも書きにくくて、個人的には紙に書く時のようにペンで書きたいです。そのため液タブを買いたいと考えているのですが、中学生で液タブはまだ早いでしょうか。またデジタルに慣れてもいないのに値段も高めの液タブを買ってしまうことで両親に迷惑はかからないでしょうか。長々とすいません。目を通してくださりありがとうございました。体調には斉藤直樹先生もお気をつけくださいとのことです。ゆきのさん、ご質問ありがとうございます。ゆきのさんの質問を読んでいて、僕の中学時代が思い出されました。僕は絵描きになりたいっていう漠然とした希望はあったんですけど、こんな風にしっかりとした質問を書いて、そして誰かに対してその質問を投げかけるといった具体的勇気はね、全然持ち合わせていなかったので、この質問をいただけただけでね、僕はゆきのさんのこと、年齢差はありますけどね、すごく尊敬します。そんなゆきのさんへ僕からの提案はですね、ズバリ親にプレゼンしてみようです。これはですね、ちょっと大変なことかもしれませんが、プレゼンっていうのはですね、プレゼンテーションの略で、自分で企画を立てて、その企画を実行するために助けてほしい誰かに対して企画を提案するっていうことです。親に対してそんな仰々しいことしたくないし、恥ずかしいよなんて思うかもしれません。それにいざプレゼンをしてみようとするとわかると思うんですが、人に自分の気持ちをきちっと伝えるのって結構難しいです。もしかしたらね、誰しもができるようなことではないかもしれないんですけど、でも綾野さんにはぜひこれをやってみてほしいと思いました。ですね、この質問に対してなんですが、率直に答えればもう一瞬で答えは出るんですよ。中学生でも液タブは使ってよし、迷わず買ってもらおうってね、答えることは簡単です。スマホと iPad 持ってるぐらいですから、液タブだってきっとゆきのさんのご両親は買ってくれるとは思うんですよ。ですが、そういったことを提案するよりも、ゆきのさんにとっては今提案した親にプレゼンをしてみること、これをね、おすすめします。その理由は3つあります。知識を増やすため、覚悟を持つため、後押しを得るためです。順番にお伝えしていきますね。知識を増やすため、まずですね、とにもかくにもいろいろ調べてみることが重要です。今はスマホや iPad に指で書いているのがやりにくいとのことでしたが、それを簡単に解決する方法だったら液タブよりも手軽な手段があります。スマホ用のスタイラスペンか Apple Pencil ですね。どちらも1万円ほどで購入できるので、液晶タブレットを買うよりも安価ですし、実際に iPad だけで仕事している人がいるくらい iPad と Apple Pencil の組み合わせは使いやすいですから、それだけでも十分快適に絵は描けると思います。もし僕がゆきのさんのお父さんだとしたら、まず最初にそれを提案するかもしれません。iPad と Apple Pencil じゃダメなのか？それで制作しているプロもいるぞ。もしゆきのさんがそれでも液タブを使いたいというのであれば、そんな父親を説得するための理由を考える必要があります。大きな画面で創作した方が想像が膨らむ。資料を画面に表示しやすい。3D も使いたいからパソコンが必要。理由はたくさんあると思いますが、大事なのはこういった商品知識を調べながら、自分がどういった創作環境が必要なのか、欲しいのかを具体的に考えてみること。それはつまりどんな絵を描きたいのかを考えることでもありますし、もっと言うと将来どんな自分になりたいかを考えることでもあるんです。スマホの画面じゃちょっと狭いな。もっと広い画面が欲しい。でもなんで私そう思ってるんだろう。そっか、私漫画を描きたいからだ。漫画って見開きページの中で流れをつかみながら、全体を見渡しながら描かなきゃいけないけど、スマホや iPad だといまいちそれがしにくい。だから私は液晶タブレットが欲しいって思ってるんだ。そっか、私は漫画家になりたいって思ってるんだな。それじゃあ実際にプロの漫画家に一番選ばれている液晶タブレットってどれなんだろう。どんな利点があるんだろう。そんな風に道具と同時に自分が進みたい方向も見えてくると思うんですね。もしかしたらね、ゆきのさんのご両親は優しい方で、これ欲しいって言ったらね、すぐに買ってくれるかもしれませんが、こうやってきちっと商品について調べたり考えたりしてみることで、自分の将来のことに向き合う時間を作ることができる
と思います。その時間はもしかしたら実際にその商品を手に入れることそのものよりも価値が高いかもしれませんよ。覚悟を持つため。そしてもう一つ、僕がゆきのさんにプレゼンをすることを勧める理由があります。それは、覚悟を持つこと。何の覚悟かというと、親に迷惑をかける覚悟です。迷惑をかける覚悟ってどっちかっていうと逆じゃないの？迷惑をかけられる方が大変じゃんって思うかもしれませんが、親を舐めてもらっちゃ困ります。ですね、親ってもうすでに子供に迷惑をかけられる覚悟なんてできちゃってるんですよ。こんな風に言う僕もですね、一応人の親ですから、僕は娘に迷惑をかけられる心の準備、ある程度できてます。学校や習い事への送り迎えとか、怪我した娘を病院に連れて行くとか、なんか悪さしちゃって一緒に相手に謝りに行くとか、あとはなんだろう、変な彼氏を連れてきちゃったりとかね。最後のはちょっと冗談なんですけど、もうなんなら迷惑をかけられたいまでありますよね。だってね、本当に迷惑をかけられたくないんだとしたら、もうそもそも子供なんて作らないですよ。それに、綾野さんが言うぐらいの金銭面での迷惑だとしたら、そもそもそんなの迷惑だとすら考えてないですね。いや、ですね、もう子供を作る段階ですでに分かっちゃってるんですよ。子供一人に対して大体お金がいくら必要なのかなんてね、子供一人が大学進学までいくら必要なのかって知ってますか？例えば教育費だけ考えても、中学校までは公立で、その後大学は私立に進学した場合は1000万ぐらい、全部私立を選択した場合は2000万ぐらい、生活費やレジャーまで考えると大体3000万ぐらいかかるっていうデータがあるんですが、そんなのね、親だったら誰でも知ってます。ゆきのさんは中学1年生ですから、仮にですね、内閣府が出しているデータをもとに今までの生活費まで含めた養育費ざっくり計算するとですね、未就園児4年間で平均337万2900円、保育園や幼稚園2年間で平均243万3094円、小学校6年間で平均692万1282円、合わせて1272万7276円です。これもうすでにかかっちゃってるんですよ、この時点で。信じられます？ゆきのさんのご両親はゆきのさんに対してもうそのぐらいの額すでにかけちゃってるんです。で、そう考えると親ってそれだけですごいでしょ。僕もですね、自分の子供が生まれた瞬間、よーし、こいつに少なくとも3000万かかるんだな。オーケー、稼いだる。お前は目いっぱいそれを使い切って思い切って育てよってね、生まれた瞬間自分の子供の顔を見てね、そう思いましたよ。もうね、ゆきのさんが生まれた時点でそのぐらいの出費はご両親織り込み済みです。そこにね、液晶タブレット、パソコン、そんなのたかだか数十万円ぐらいでしょ。そんなのね、痛くも痒くもないんですよ、正直。むしろ覚悟が必要なのは子供の方、ゆきのさんの方です。ゆきのさんはこれは当然のことなんですけど、自分の将来に対してまだ曖昧な部分が多いはずです。それはね、仕方ありません。でも少なくとも今自分が考えられる範囲で一生懸命考えて、私は何がしたいんだろう、どういう将来を思い描けて、それを実現するには今何が必要なんだろう、そういうことを具体的に考えて親にプレゼンをしてみることで、きっと綾野さんの視野が広がっていくはずです。それに親の立場からしてみると、自分の子供から迷惑をかけないかを気遣ってもらうことよりも、私はこれがしたい、だからお父さんお母さんちょっと迷惑かけるかもしれないけど、このぐらいの費用今私に投資して、そう言えるような覚悟を持ってのびのびと成長してもらえる方が親としては何倍も嬉しいはずです。後押しを得るため。でもここでゆきのさんはこう思うでしょ。でも私プレゼンなんてしたことないよ、だからどうすればいいのかわかんないよ。大丈夫です。今から僕が簡単なプレゼンのやり方教えちゃいます。用意するのは A4 の紙1枚だけです。これがプレゼンシートになります。そしたらね、こんな風に四角を6つ書いてみてください。真ん中の3つの四角はこんな風に上下2つに区切ります。そしてそれぞれの四角にタイトルをつけてください。上から1、欲しいもの、2、理由 A、3、理由 B、4、理由 C、5、未来の自分、6、お店と価格と期限といった風に。そして真ん中の3つの四角、2つに区切った上の枠にはこんな風に書き込んでください。心配1、
1、心配2、心配3。これで準備は完了です。そしたらですね、上から順番に書き方を解説していきますね。まず最初の枠は簡単です。ゆきのさんが今欲しいものは液タブですから、液タブが欲しいと書いてください。さっきも言ったようにきちっと下調べをして、ここのメーカーのこの液晶タブレットが欲しいと言えれば完璧です。次の四角はですね、理由です。なぜ液タブが欲しいのかを書きます。ですが一つポイントです。誰かにプレゼンするときに重要なのは、いきなり欲しい理由を考えるのではなくて、まずはプレゼンする相手の心配事を考えてみることです。例えば、さっき僕が言ったようなことでもいいでしょう。スマホや iPad じゃダメなのという心配事。これを試しに上の枠に書いてみてください。そして、その心配事を取り払える理由を考えます。それが液タブが欲しい理由になります。iPad やスマホじゃダメなの。なぜなら、私は漫画が描きたいんだけど、漫画ってね、見開きで一目で流れをつかみながら描くことが重要なのね。でもね、iPad とかスマホじゃ、それが画面が狭くて難しいの。そんな風に。理由 B、C についても同じように、ご両親が感じるであろう心配事を想定して書いていってみましょう。例えば、目が悪くなるんじゃないのとか、プロになってからじゃダメなのといった具合です。それに対してのゆきのさんなりの答えを考えながら書いていってみましょう。そして理由 C まで書き入れていったら、次は5、未来の自分の姿。ここがね、多分すごく重要になる部分です。液タブを使って作品を制作できた時、ゆきのさんに起こるだろう変化や、自分が成長する姿、熱弁してください。そして最後、お店と価格と期限。これはね、簡潔に伝えましょう。こんな感じです。なんならもう、お父さんに LINE で商品ページを送ってあげるのもいいかもしれません。さあ、最後までプレゼンシートを埋めることができたら、あとは上から順番に気持ちを込めて伝えていくだけです。別に暗記する必要はありません。紙を見ながらでもいいので、ご両親に対して丁寧に説明していってください。ちょっと試しにやってみますね。お父さん、お母さん、私、この液タブが欲しいって思ってるの。なぜ欲しいかっていうとね、理由が3つあります。多分お父さんは iPad じゃダメなのかって思うかもしれないけど、ダメなの。なぜならね、私は漫画が描きたいんだけど、漫画ってね、見開きを一度で見渡せて、そこでの流れをつかみながら描くのが大事なのね。でもね、iPad とかスマホだと画面が狭くてそれが難しいの。お母さんもしかしたら私の目が悪くなるんじゃないかって心配してるかもしれないけど、でも大丈夫。むしろ iPad やスマホなんかよりも液晶タブレットの方が目にいいの。なぜならね、こういう理由なの。そして2人ともプロになってからじゃダメなのか？焦りすぎじゃないのって心配になるかもしれないけど、プロになってからじゃむしろ遅いのよ。なんでかっていうとね、こういう理由なの。もし私がこの液タブで作品を作れるようになったとしたら、今までできなかったこんなこともできるようになるの。そしたらね、もっと伝わる表現ができるようになるし、私もっと成長できると思う。そして何よりね、私がすごく楽しくなれるの。ちなみにね、今この店で買うと、いくらでこれ買えるよ。もしよかったら、次のクリスマスプレゼントに買ってほしいな。後で LINE で URL 送るから、ちょっと暇な時に見てみて。こんな感じです。最後のはね、ちょっと現金に聞こえるかもしれないんですけど、期限を区切っておかないとね、いつまでも引き伸ばされる可能性がありますから、その辺はきちっと伝えてみてください。親に対してそんなかしこまったことするのなんか不自然ってゆきのさんは感じるかもしれませんが、不自然であればあるほどいいです。その方がゆきのさんの本気度を伝えることができるからです。紙にきちっと書いて、全力で親に向かってプレゼンをしてみましょう。一応ね、念のために言っておきますが、これをやったからといって、ゆきのさんの望みが全部叶うようになるでしょう。とは言ってませんからね。いくら力説をしたからといっても、その時はもしかしたら響かないかもしれませんし、否定されることもあるかもしれません。でももしダメだったとしても、ゆきのさんにとってはこの経験すごくプラスになるんじゃないかなと思って提案しています。ゆきのさんの思いがその時は届かずに、まだ早いと一周されることがあったとしても、欲しい商品について調べて、それがどう自分にプラスになるのか、そして将来はどんなことをしたいのか、しっかりと考えてみることは、その経験自体がすごく力になると思うからです。そしてそれを伝えられた両親はきっと今以上にゆきのさんのことが理解できて、そして助けになってくれるはずだと思うんです。もう親だったらね、娘のそんな本気の姿を見せられたら、なんとか力になってあげたいと思ってしまいます。そんな両親の後押しは、夢を追いかけるゆきのさんにとって絶対に今後必要になってくると思います。ご両親に対して本気でプレゼンをしてみることで、小さいかもしれないけど力強い一歩を踏み出すことがで
できると僕は思います。少しね、ハードルが高いように感じてしまうかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと、ゆきのさんはペンで紙に書くことが慣れているということでしたので、特にさほどデジタルにこだわらなくても、絵の上達自体はお手軽にできる手段もあります。そんな方法を伝えた動画。これで僕はプロになれた。上達のための3つの行動もおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。